皆さんこんにちは。大麻は産業、医療、思考など多岐にわたり人々に利用されています。大麻は地球にも優しく、ヘンプ栽培は地球温暖化を対処する最も安い方法だと言われています。そこで今回は大麻が秘める未知なる可能性を解説します。前編後編の2部作で配信するので、チャンネル登録と通知ボタンをぜひよろしくお願いします。それでは行きましょう。まずは環境問題に対する植林の可能性を解説します。世界中で何十億本もの木を植えることは気候危機に対処するための安価で効率的な方法だと言われています。ガーディアン紙の記事でサイエンス誌に掲載された新たな分析を引用している著者は次のように説明しています。樹木は成長するにつれて地球温暖化の原因となっている二酸化炭素を吸収し貯蔵します。新たな研究によると、世界規模の植林プロジェクトは人間の活動によって大気中に排出された排出量の約3分の2が除去される可能性があると推定されており、この推測は大きな反響を呼びました。森林再生は大量の種の絶滅と環境汚染という重大な問題にも対処するものであり、それらの効果は十分に実証されています。ミシガン大学が2012年に行った調査では、生物多様性が失われた場合、地球に大きな影響を与え、生態系に及ぼす影響は気候変動や汚染と同程度であることが明らかになりました。樹木は温室効果ガス二酸化炭素を吸収し、葉っぱは大気汚染の原因となる二酸化窒素やオゾン、ディーゼル車や料理、木材を燃やすことなどで出る有害物質を浄化する効果があると知られています。今回のサイエンス誌7月号に掲載された分析レビューでは、耕作地や都市部を侵食することなく、世界中で何本の木を新たに植えることができるかが算出されました。調査の結果、17億ヘクタール1700万平方キロメートルの土地に樹木のない土地があり、そこに1兆2000億本の苗木を植林可能なことが明らかになりました。この分析によると、最も効率的な方法を用いれば1兆本の樹木を3000億ドルで復元が可能と分かっています。ガーディアン紙はスイスのチューリッヒ工科大学のトム・クラウザー教授の言葉を引用して、私の心を打つのはその規模です。植林プロジェクトはトップ10に入るだろうと思っていましたが、他の全ての対策よりも圧倒的に強力ですとし、これまで提案された解決策の中で断然一番安いと述べました。しかしながら、気候危機の解決策として森林再生の主な欠点は樹木の成長が遅いことです。このプロジェクトは森林が十分な炭素隔離の能力に成長するまでに50年から100年かかる可能性があると述べています。ではここから大麻の可能性を解説していきます。幸いなことに、植林よりさらに安価で迅速かつ効率的な代花法が大麻です。この代花法はアメリカで約100年間にわたって規制されてきましたが、トランプ大統領が2018年に農業改善法に署名したことにより全国規模で合法化されました。この大麻は繊維、布、油、食品などの目的で栽培され、抗精神作用を引き起こさないヘンプ、産業用大麻と呼ばれています。ヘンプは100日間で約4メートルにまで成長するため、 CO2 をバイオマスに変換するツールとしては最速の部類に入ります。ヘンプは森林や商品作物よりも1ヘクタールあたりの CO2 吸収量が多く、理想的な炭素吸収源であることが証明されています。さらにヘンプは少量の水と肥料、栄養の乏しい土壌でも広範囲に栽培が可能な植物です。またヘンプはヘンププラスチックとしても有能で、リサイクルも可能であり 100% 生物分解性で製造ができます。石油ベースのプラスチックをヘンププラスチックに代替することで生物多様性を促進し、環境汚染を抑制できます。現状としてプラスチックは毎分ゴミ収集車1台分のゴミが海に投棄されています。さらに毎年100万匹の海鳥がプラスチックを摂取して死んでおり、90% もの海鳥の腸内にプラスチックが確認されています。マイクロプラスチックとマイクロビーズは海のスモッグとも呼ばれていますが、これらのマイクロプラスチックはダイオキシン類やポリ塩化ビフェニル等の有害な化学物質を吸着し、それを食べた魚の体内に蓄積され、最終的には食物連鎖で人間の体内に入ります。プラスチックは石油からできていて、ヘンププラスチックは植物から作られています。どちらが自然のために自分のためになるかは明白ですね。また繊維産業も環境汚染が懸念されている産業です。繊維産業であるファッション業界では CO2 排出量が増加の一途をたどっており、2030年には CO2 排出量が約20億8000万トンになると予測されています。この数字は年間2億3000万台の車から排出される CO2 の量に匹敵します。また化学物質も多く使用しており、染色の際に重金属などの化学物質が海や川を汚染しており、淡水汚染の 20% が織物加工と染色によるという調査結果もあります。さらに水も大量に使用しており、 T シャツ1枚を作るために必要な水の量は2720リットルと言われています。一
方ヘンプは最小限の水で育てられ、有毒な化学物質を使わずに繊維を作ることができます。さらには化石燃料の燃焼による環境汚染をもヘンプによって改善することができます。ヘンプはバイオ燃料としての小麦やトウモロコシよりも効率的で環境に優しく、ヘンプ栽培は土壌の生物多様性を促進し、有害な化学物質の使用で枯渇していた農地を再生させます。ヘンプは雑草のように生命力が強く、薬剤などを使用せずとも至る所で成長できます。大部分の林業プロジェクトとは異なり、ヘンプは既存の農地で栽培が可能です。農場の輪作の一部として含まれ、その後の作物の収穫量と利益にプラスの影響を与えます。最後に前編のまとめです。1つ目として、環境問題に対して世界中に何十億本もの木を植えるより大麻を育てた方が圧倒的に低コストで、さらに環境問題の早期解決にもつながります。2つ目として、ヘンプは様々なものに加工できます。ヘンププラスチックやヘンプクリート、繊維としても活躍する植物です。今後は化学物質を使わずに 100% 天然素材のものを使うことによって環境問題も改善されるかもしれません。いつか大麻を原料に走る車が出てくるかもしれません。前編では環境に対しての植林の可能性から大麻の可能性について解説しました。次回後編ではヘンプ栽培が自己資金で運営可能な話と、競合相手にヘンプが違法にされた話を解説します。ぜひお楽しみください。次回も見逃さないように通知ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。